こんにちは、狼子です。さよです。シティスカの続きだよ。前回は人口2200人、警察署や消防署を建てたところまでだったね。条例とか触れていないところもあるけど、民間区画が需要に追いついてないから、一旦拡大優先で進めるよ。町の入り口から左はまだまだ空き地だね。今までと同じで、南から産業、商業、住宅にするのかな。そこは変えることになりそう。地面の色が濃い場所は鉱石が埋まってるんだよね。そこは鉱石特化の産業に使いたいね。それで産業に使うと騒音や汚染もあるから、住宅は左側にはあまり伸ばせないね。それで今まで商業地区を間に挟んでたんだね。商業地区は住宅ほど公害の影響がないからね。商売さえできればいい、たくましい人たちだね。教育が足りてないから学校を増やすよ。公園のお隣で見守り体制もバッチリだね。全部がバッチリではないけど、住民さんはおおむね満足してそうかな。せっかく住むんだから、町のことは好きでいてほしいよね。ここで次のマイルストーン、成長した町。バスやタクシー、それからさっき話した鉱石特化の産業が開放されたね。道路や建物は巨大化で困る部分を解決するものが多いかな。渋滞対策の交差点とか、あとは子供や老人向けのサービスもあるね。そこが新しい要求で、不死身だった住民が寿命を迎えるようになったよ。墓地を知らなければ不死身でいられたのに。それから発電機も増えたね。精神型風力発電所、水の上に建てられるんだね。フルパワーなら従来型と一緒のコスパだけど、風の強さが足りなくて、ちょっとコスパが落ちちゃうかな。それでも陸地が空くメリットは大きそうだね。あと、気になるのは料金証。街を出入りする車は全部ここを通るんだよね。つまりここに料金証を置けば、その全部の車から料金を取れるよ。今日から街の出入りは有料になります。運が良かったな。今日は料金証を立てるお金が足りないみたいだ。残り1150円しかない。もうダメ坊。ご遺体の回収ができてないみたいだよ。墓地を建てるお金がないから建てられないよ。行き過ぎたエコが財政を圧迫しているよ。持続不可能な SDGs。他人が果たしていない責任を自分だけに押し付けられる言われはないよ。この世界には責任を果たしていない諸外国はないけどね。ということで、エコはほどほどにして、これからはお金を優先しないとダメそうだね。さっき、さらっと税金を上げてたね。墓地を作るまでの一時的なものだから、すぐに戻すよ。不満を解消するためには、別の不満を貯めないといけない。正解がないものを調整するから難しいし楽しいんだよ。墓地はドッグランの向かいに建てておくよ。そこって浄水のポンプもうるさい場所だよね。安らかに眠れ。安らかかな。約束通り、税金は戻しておくよ。元の税率でも黒字経営なんだよね。だから時間をかければお金は貯まるんだけど、今回みたいに急に新しい要求を持たれると急な対応は難しいね。墓地は衛生の問題だったし、少しくらいは貯蓄しておきたいね。最初の融資の返済が終わったよ。返済が終わるとどうなる？知らんのか。
次の融資を受けられる。借りたお金で料金書を立てるみこちゃん。これでもっとお金が集まるね。住人から絞り取る方法ばっかり考え始めたね。住人さんのために使うお金を集めてるんだよ。次は鉱石の特化産業を始めるよ。地区ごとに特化産業を決めるから、新しい地区を作ったよ。鉱石を扱うのがグリーン地区。ひどい皮肉だね。汚水で川の水がグリーンになるよ。ところで、特化産業をすると何が嬉しいのかな？実はよくわかってないよ。自給したり輸出できることがメリットなんだろうけど、明確な説明はなくて、立てておけばなんとなく社会が回るだろうで進んでいくよ。全くわからない。私たちは雰囲気で都市運営をしている。さて、この辺りにも幹線を伸ばしていこうか。幹線は区形グリッドで、その中でわざと崩すのがパターンになってるね。要所で効率を確保して、影響の少ないところで遊び心を入れていくよ。等高線に沿った道路とか作れたらいいんだけどね。そこまでおしゃれなものはまだ作れないよ。曲線道路を使いこなさないとね。鉱石特化産業の様子を視察するよ。地面を削って熱で加工もしてるみたい。ガリガリでもくもくだね。そして気がつくと伸びきってるジオーバー。雑にでも仕上げていかないと一生追いつかないね。学校とかの基礎がまちまちでちょうどいい隙間を作れないんだよね。初プレイだし、そこは後出しに苦しみながらやるしかないね。特に必然性のない斜め道路が街を襲う。多分、切ると事故が起きる気があったんだよ。そういうリアリティはいらないかな。街の左側もだいぶ発展してきたね。このタイルだけだと限界が近いかな。新しいタイルに進出しないとね。さて本日最後のお仕事。おう、バスを走らせるんだ。車庫を置いて、あとはバス停を建てればいいのかな。ちなみにテストプレイした範囲は過ぎて、完全初見です。バスの経路を考えるよ。徒歩でバス停まで歩いて、バスで移動して、またバス停から歩くんだよね。みんなが徒歩で歩く距離の相和を最小化する問題と言い換えできるね。バス運賃を最大化する問題かも。それは最悪の司教と言われても仕方ない。今回は市民の歩行距離を減らす最高の司教になるよ。太い道路に沿って街の一部をぐるっと一周するんだね。これなら細い道を 1,2 本歩けば目的地に着くよね。こういう概算や最悪地の保証をしやすいのがグリッドのメリットだと思ってるよ。グリッドのメリット。ギャグじゃないよ。その後も拡張を続けて、次のマイルストーンに到達したよ。人口5000人、活気のある街。増えた施設は、防音道路とか、高性能な警察署とか。活気がありすぎるから静かにしろってことね。はい。では今回はこんなところかな。コメントや高評価、チャンネル登録などしていただいた方はありがとうございます。バスは使ってもらえてるみたいだね。あれ？今歩行者を。双方無事だから引いてないよ。いや、今完全に重なってたよね。ご視聴ありがとうございました。